こんなに水出るんだ。ドハーン。えげつなうまい味してる。はい、こんにちは、インドカリーコです。今日は無水チキンカレーを作っていこうと思います。これはインドのお母さんから教えてもらったレシピなんですけども、素材もスパイスもシンプルなのに超絶品です。もうね、たまりません。早速作っていきましょう。はい、まず材料です。まず玉ねぎ1個ですね。玉ねぎは 200g 使っていきます。続いてトマトは半分ぐらいですね。 100g 分使っていきます。フレッシュトマトの方が美味しいです。で、ニンニクと生姜なんですけど、今日はなんとニンニク1玉使います。だいたい10かけ分ぐらいですかね。グラムにすると 50g。生姜はニンニクの半分ぐらい使ってきます。グラムで言うと 25g ぐらいです。続いてピーマンですね。本当はインドだと青唐辛子を使うんですけど、青唐辛子ってなかなか日本で手に入らないのと高いのと辛いので、ピーマンね、代用していくんですけど、ピーマンは半分使っていきます。もし青唐辛子使っている場合、そんなに辛くない場合は 2,3 本使ってください。ししとうでも代用 OK です。今日のチキンカレーはなんと手羽元を使っていきます。これ骨付き肉であることがすごい重要です。マジで骨から超うまみが出てくるので、骨付き肉を使ってください。で、だいたい 800g、 ちょっと多いかなって思うんですけど、12本から15本ぐらいです。で、だいたいこれだと3、4人分。ただ私この間 800g ちょいぐらいで作って2人で食べきっちゃったので、意外と多いかなって思うんですけど、多分ね4人じゃ足りないぐらいの量になるので、手羽元ってほとんど骨だしね。はい、じゃあ早速下準備していこうかなと思います。まずじゃあ玉ねぎ切っていきますか。玉ねぎは今日めっちゃ簡単な切り方です。この間南インドのケーララっていうところに行ったんですけど、南インドってあんまりね、みじん切りとか超薄スライスとかしなくて、一般的なスライス、ちょっと厚めのスライスで大丈夫です。5ミリぐらいの厚さの、玉ねぎで薄スライスで切ってください。切り方としては半分切っていただいて、まず横に半分切る。横に半分切ったらこういう風に5ミリ厚で切っていく感じですね。はい、こんな感じ。玉ねぎは終わり。めっちゃ簡単ですね。ピーマンは適当にざく切りで OK です。ちっちゃいピーマンだったら1個加えてもいいんだけど、加えすぎると青臭くなっちゃうので、2分の1個ぐらいがいいです。トマトですね。トマトはざく切りにしていきます。トマトはちょっとね、多くなりすぎると甘みが強くなります。あんまりね、多くならない方がすっきりとしたカレーに仕上がります。はい、これで玉ねぎとピーマン、トマトは終わりですね。で、続いてニンニクと生姜なんですけど、このね、ニンニク超たっぷり使うんですけど、全然臭くないです。これぐらい使うと旨味が出るんだなっていうのは分かると思います。ニンニクはね、マジでどこ産でもいいです。私はね、東北地方出身なので、青森県産のニンニクを見るとね、高いなーって思いながらもね、やっぱりよく買ってしまうんですけど、青森県産のニンニクで1玉がちょうどいいぐらいなので、中国産のニンニクですごいちっちゃい場合は1玉半ぐらい使っても全然問題ないかもしれないですね。で、とにかくニンニクのね、この薄皮を剥いていきます。南インドでその料理教室に行ったんですけど、そのお母さんから教えてもらったカレーを少し日本で作りやすいようにアレンジしているんですけど、基本的にはね、そんなにガンガンホールスパイス使わなかったのよ。最小限のスパイスでも美味しいカレーが作れるんだなってことを知ることができたんですよね。で、今日もその最小限のスパイスで作ってみようと思います。じゃあ早速ニンニク全部剥けたので切っていこうと思います。ちょっとね、この立派なニンニクちゃんは大きすぎるので縦に半分切ってください。こういう風なちっちゃいニンニクの場合はそのままで全然大丈夫です。生姜もちょっとね、薄くザクザクと今のニンニクみたいな厚みにこういう風に切っておきます。そしたら今日はこれを潰していきます。はい、何度も使い回ししてるジップロックですけど、このジップロックにですね、ニンニクと生姜を入れます。軽く少しだけ端っこだけ開けといた方がいいと思います。それでちょっと空気抜いてあげて、綿棒みたいな硬いやつで潰していきます。はい、潰していきます。完全に粉々にするつもりはなくって、軽くニンニクのはぜた感じ、ニンニクがはぜたような感じになれば OK です。結構ね、
粗いかなーって思うんだけど、これぐらいで十分です。はい、もう下準備は全部できたので、早速炒めていきましょう。はい、では早速炒めていこうと思います。まずフライパンに油をひいてください。で、普通のサラダ油でいいんですけど、お持ちの人はココナッツオイルを加えてください。ココナッツオイルにするとちょっと風味が加わってなんか南インドっぽくなります。大さじ1杯ぐらいひいてあげたら、ここに玉ねぎとピーマン、そしてニンニクと生姜も入れていきます。はい、そしたらここからだいたい6分7分ぐらい炒めていきます。少し茶色くなるぐらいまでですね。めちゃめちゃ焦げ茶色にするまで炒めなくても大丈夫です。炒めていきましょう。はい、では6分ほど炒めました。まだね、いつもの炒め具合からいくと浅いんですけど、通常の飴色ぐらい炒めてあげたらもう大丈夫です。トマト入れていきます。今日は煮込み時間が少し長いので、その間に玉ねぎも茶色くなってくれるので、もう完璧にここで抹茶色にする必要性はないです。ニンニクと生姜もだいたい煮込み時間とか炒め時間に応じて、私は結構みじん切りにするか千切りにするかすりおろしにするか、こういう風に潰すかみたいな感じで変えてます。はい、トマト加えてあげたらちょっと火加減を落としてあげて、トマトを潰すように炒めていきます。そしたら弱火にしてスパイスと塩入れていきます。今日はなんとパウダースパイスのみです。一番大切なのはパプリカパウダーかな。ちょっとこれは大さじ1杯分ね入れるんですけど、インドだとカシミリチリって言って辛くないチリを使うんですよ。唐辛子の粉末を使うんですけど、これがねなかなかね日本では手に入らないんですね。でクミンは小さじ2杯で、コリアンダーも小さじ2杯で、あとはターメリックとチリペッパーとブラックペッパーは小さじ1/2杯ずつですね。ぶっちゃけね、インドはねチリペッパー1/2なんて済むもんじゃなくて、だいたい小さじ1とか小さじ2とか普通入れるんですけど、それだとね皆さん食べられなくなってしまうので優しめに。で、同じタイミングでお塩入れます。お塩は今日は小さじ1と1/2、これだけはね丁寧に測ってください。そしたらかき混ぜます。この時はね焦げたくないんで弱火でお願いします。もうね全体的にムラがなくなったなと思ったら、もうすぐ肉入れちゃって OK です。で、肉を入れてあげたら少しだけ火力を戻してあげて、この今作ったスパイスドロドロと肉を絡めていきます。肉がこう全体的にこのスパイスの色になれば OK。 肉がもう全部スパイスまみれになったなと思ったら、ここで蓋をします。で、蓋をしたら一番火力を弱くします。ほんの少しジュワ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 って小さな音で聞こえる程度で30分ほどお待ちください。はい、では30分ほど経ちました。見てみましょう。オープン盛りパカッ。うわー、これすごくないですか？私これ初めて作った時にマジで驚いたのが、こんなに水出るんだって感じですね。これを素早くかき混ぜます。ちょっとね上下ひっくり返すようなイメージでかき混ぜてあげてください。もうすでにめちゃめちゃいい香りがしてるんですけど、ここからさらに蓋をしてこのごく弱火のまま30分煮込みます。ここから先は結構焦げ付きやすくなってきます。で、もし焦げ付きやすいフライパンを使っている場合は10分とか15分に1回必ずかき混ぜてください。30分煮込んでいる間に火を使わずに簡単に作れる副菜を用意していこうかなと思います。今日作る副菜はですね、カチュンバルっていうサラダです。インドの角切りサラダのことですね。作っていこうと思います。まず使いたいのはきゅうりですね。きゅうり1/2個で、パプリカは1種類でもいいんですけど、彩りを鮮やかにするために私は2種類使います。1/2個分ぐらい使っていくので、1/4個1/4個使っていこうかなと思います。で、あとは玉ねぎですね。玉ねぎ少し 50g 分ぐらい。あとはパクチーですね。パクチー1株と、カチュンバルにはあんまり入れないことも多いんだけど、私はひよこ豆を入れるのが大好きなのでこれ使っていきます。じゃあ早速作っていきます。まず玉ねぎはみじん切りにします。私生玉ねぎアレルギーでよーく水にさらさないとお腹痛くなっちゃうので、まず玉ねぎを切ります。ちっちゃめのみじん切りにします。
そしたらたっぷりのお水に入れていきます。でこのまま水につけておくだけでもいいんですけど、ちょっとね辛みが本当に苦手なので、私辛み成分がよく出るようにギュッギュッとね揉んでいきます。この状態で、10分ほど水につけておきます。きゅうりちゃんも角切り、だいたい1センチ角ぐらい目安で切っていきます。ひよこ豆とサイズを揃えたいですね。続いてパクチーも切っちゃいます。パクチーね、ここ美味しいんだけど、美味しいから食べるか。美味しい。はい、パクチーはこんな感じでね、ザクザクと切ってあげて、これも粗みじん切りにしていきます。ザクザクとね。パクチー苦手な人はね、省略してもいいです。次、パプリカ。パプリカは4分の1カットずつぐらい使いたいから、ちょっと削ぐようにして。生のパプリカ本当に好きなので、パプリカはいつも買ってますね。でもしじゃあパプリカあんまり日常的に使わないし、ちょっと高いんだよねっていう人はミニトマトとかでも大丈夫です。あとは黄色が足りない時はかぼちゃをちょっとレンチンしたやつを角切りにしても大丈夫。お好みに合わせて好きな野菜を角切りにしてあげてください。これも1センチ角ぐらいでトコ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 と切ってあげます。あとの美味しい夏野菜といったらズッキーニとか、ズッキーニも生で食べられるから、あとはさやいんげんを茹でたものとか、それも絶対美味しいですね。あとはそのひよこ豆の代わりにホワイトマッシュルームで作ることもあります。全部入れちゃいます。ひよこ豆はこれは 50g ですね。何グラム入れてもいいです。でちょっと玉ねぎがまだ早い気がするので、最後に玉ねぎ加えようと思います。味付けはすごくシンプルで、レモン汁と塩だけですね。塩はまず小さじ4分の1ぐらい入れます。レモン汁は小さじ1杯。あんま酸っぱいの好きじゃないから少しです。でオリーブオイルはちょっとでいい。なんかあんまり私サラダには油使いたくないから小さじ1杯で、ここに少しスパイスを入れていきましょう。もちろんねこれだけでも全然美味しいんだけど、インドだとこういうサラダに使うスパイスをチャットマサラって言います。でチャットマサラには、コリアンダーとかクミンとか、あと特徴的なスパイスとしてはアムチュールっていうマンゴーをパウダー状にしたスパイスを入れるんですね。でもアムチュールってなかなか手に入らないので、今日はシンプルにクミン小さじ4分の1、あとはコリアンダー小さじ4分の1ぐらい、あと気持ち胡椒は小さじ8分の1ぐらい。そしたらさっくりかき混ぜていきます。ちょっと味見して薄かったら塩を加えてください。はい、こんな感じでねさっくりかき混ぜてあげたら、はい、玉ねぎちゃんね絞って入れてあげます。ちゃんとしっかりね水切ってギューってね押してあげて入れます。OK。 これね日持ちは1日2日ぐらい、ちょっと余って冷蔵庫で保管しておいたら、その次食べる時に必ず塩で味整えてください。ちょっとね水出て塩味薄くなっちゃうので塩加えれば OK ということで、鶏肉ももう少し煮る感じなので少々お待ちください。はい、ではひっくり返してから30分経ちました。見てみましょう。オーブン中にバカうわー、もう完璧な香りがします。はい、そしたらですねかき混ぜます。ということでこんな感じでぐわしぐわしとかき混ぜてあげると、こちらで完成でございます。超美味しいじゃん。もしね上級者の人いたらカレーリーフ加えてください。カレーリーフ加えるともっとピラミッドっぽい香りになる。もうお腹空きすぎてこのまま顔突っ込みたいぐらいなんですけど、盛り付けていきましょう。ちょっとご飯をもりっと盛らせていただいて、そしたらここにですね先ほどのカレーをザバッとね盛り付けていきます。うわ、こんな感じでもりっと盛ります。カチュンバルもいっぱい食べたい。はい、こんな感じ。はい、無水チキンカレーの完成でございます。めちゃめちゃ美味しそう。食べましょう。はい、ではいただきます。よーとぜ。うまっ。なんでだろうって思うぐらい美味しいんだよねこれ。旨味の汁がすごいね。なんかこれ多分鶏肉の旨味を1時間かけて出すっていうのもそうなんだけど、大量のニンニクと生姜から出る旨味っていうのがすごいんだよね。
えげつなうまい味してる。鶏肉はちょっと手でいきます。いただきます。うまっ、柔らかっ。何口まで食べられるね。付け合わせはカレーを合わせること考えてね、ちょっと塩味控えめにしたんだけど、これ無限に食べたい。なんかレモンの酸味もさ、カレーにない香りだから超相性いい。このカレーとカチュンバル混ぜても美味しいと思う。最高。ということで今日は、インドのお母さんから教えてもらった無水チキンカレーをちょっと日本でも作りやすいようにアレンジしてお伝えしましたけど、まあめちゃめちゃうまいです。そう、一つ伝えたいことがあったんだけど、これ半量で作るのはおすすめしないかもしれないです。理由は鶏肉から出る水の量が半分になっているのに蒸発量が大きくなってしまって多分焦げつきます。なので 800g でゴロッと作って余っちゃったら冷凍で保存してください。ということで次何作ろうかな。皆さんもリクエストがあったらコメントしてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いつもありがとうございます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。スルッといきます。優しくかき混ぜていきます。うわー、めちゃめちゃいい香りがします。エビの香りと旨味がすごい。うまー。